そのファンドを運用するところによって期中として期中のフィーが預かり資産に応じて毎月ずっと発生しているというのが、大きな伸びる要因、大体30% ぐらいまでは持っていくぐらいは、頑張っていければなというふうに思っていると。一昨年去年今年と順調に成長を続けさせていただいておりますし、この根源っていうのはやっぱいい街を作りたいなというところにしか我々の目が向いてなくてですね、ご支援いただければよりもっといいものを作って成長を株価を上げていければ皆さんに報いられるのかなというふうに思っておりますので、ぜひお力添えいただければ。コロンビアワークスの水山でございます。本日は東京投資勉強会というところにお声掛けいただきまして誠にありがとうございます。また貴重な機会なんですけども、ぜひちょっと我々思っていることを全部先ほどおっしゃっていただいた通り生の声でお伝えできるように、極力答えられる範囲ギリギリまではお話しできればなと思っております。じゃあよろしくお願いいたします。で私どものすいません、コロンビアワークスという会社でございまして、2024年の、4月に我々、スタンダード市場に上場させていただきまして、で創業自体は2013年5月の会社でございます。でこのコロンビアワークスという会社はですね、私と、今代表をやっております中内という2名で、そもそも2013年に創立したんですけども、2人とももともとオリックスという会社で、不動産事業をやってまいりましたと。で私自体はオリックスでは商業施設の開発をメインにやっておりまして、で商業施設を開発した後、そこの賃料を再建化して、それを各金融機関等々に、売却したり、運営したりといったビジネスを行っておりました。で、代表の中内っていうのはもともとどっちかというと住宅分譲の開発をメインに行っていたんですけども、リーマンショックの時に、その当時でオリックスもかなりの不動産のアセットを保有していたものですから、本当多種多様にわたる不動産アセットでして、例えば、住宅はもうメイン、オフィスメインとか、そういうのはあるにせよ、他の不動産アセットでいうと、例えば釣り堀とかなんか当然ゴルフ場とか釣り堀とか、もう本当マニアックなものまで運営していたのがオリックスグループというところでした。ただそれをリーマンショックっていう、ある意味金融危機的なところに来た時に不動産アセットをどう処理するか、その選別が非常に重要になってくるわけでございます。でその時に、このアセット、収益性は非常に高いんで残そう、このアセットは、もうそろそろエグジットを迎えないと、そろそろって言ってた場合じゃないんですけど、とにかくリーマンショックの時にどう処理するかという戦略を各営業が考えたものを審査する、そういう審査する部隊に中内はおりましたというのがちょうど2008年ぐらいですかね。でその時に私と中内が出会いまして、開業準備を進めつつですね、2013年に開業しましたというのがコロンビアワークスの始まりでございます。でその時に我々コロンビアワークスを創業する時に何を思っていたかと申し上げますと、本当オリックスって会社はすごくご存知の通りファイナンスの観点で物事を考える会社でございますので、非常に勉強になった会社ではございます。でただ不動産を作るにあたって、我々よく中西と言ったんですけども、当然のことながらこれを金融商品、金融アセットとして不動産を作るといった上で、一番怖いのは何かというとボラティリティ、つまり初めに考えた計画通りずれてくるっていうのが一番怖いわけなんです。なのでその結果、我々作る編み出すプロダクトって何になるかというと、隣と極力同じような賃収が稼げます、同じようなものが出来上がります。よってこの投資額を実行したとしても、損はないよね、事業計画通り動くよね、でそれを投資家さんに届けられるよねというような開発の手法っていうのが
オリックスでもやってましたし、各デベロッパーさん等々が行われてきましたと。じゃあまあ、それはそれで当然資本主義、資本のこう論理なので、当然のことがこう事業としては否定するものではないし真っ当ですよねと。ただこれがずっと延長線上起こるとどうなるかっていうと、この街全体が結構同じような、例えば池袋行っても新宿行っても渋谷行っても、まあ、同じような建物ができて同じようなものができてってことを考えると、そうするとこれ街の色ってなんか違うくね、面白くなくないっていうところからがこうスタートいたしましたのが、このコロンビアワークスがやりたいことっていうところにつながってくるわけなんですけども、つまりこう都市って街っていろんなこう根強いこう色だとかカルチャーとか文化とかがあって、でそこに集う人たちっていろんなこう属性の人たちがいます。でそのこういうエリア、こういう人が集まるところって、じゃあそれって適切に不動産って答えられてるかなと。その建物に使われ方に即した建物に初めから開発してるかなっていうところにちょっと我々疑問を呈して、でそういうものを作っていくデベロッパーを作りたいねというところで作ったのがコロンビアワークスということでございます。すみません、ちょっと前置きが長くなったんですけど、まあ、そういうことを目指して2013年に設立した会社でございますと。で後ほどちょっとこう詳しく申し上げるんですけども、まあ、遠隔としてはこう2013年に、創業して、まあ、コストの創業当初からもうすごく、まあ、初めの創業2、3年目ぐらいまではですね、デベロッパーをやるぞと言ったものの、当然デベロッパーというのは資本が必要になってくる会社なんですけども、当然パッドでのデベロッパーにお金を貸してもらえるわけもなく、各デベロッパーと一緒にこう協業しながら我々のアイデアをこんなことやったら面白いんじゃないかっていうので事業を共同で作りながらと言ってたのが2013年頃から2015年までぐらいですかね。なのでこう見ていただく通り、一応ですね、我々、創業当初から一応赤字にはなったことなくてですね、ずっとまあそういうところで初めの、なんでよく言われるんです、デベロッパーなんでなんで初めからこう赤字を掘ることなくここまで来たんですかって。これは何かというと、我々ネットワークでやっぱこうデベロッパーの方々とも一つの土地を狙いに行くときは競合になるんですけど、土地を抑えた後っていうのは、じゃあいかに建物を作るかっていうのはやっぱりこうデベロッパー同士でいろいろ情報共有したりだとか、販売状況っていうのはどういうものなんですかっていうのをこういろいろ共有しながら作っていくっていう、そういうちょっと側面もございまして、なのでその時が創業当初は、各、まあ、大手デベロッパーさん等々と組みながら、我々はどっちかというとノウハウ売りっていうところをしていたのが創業2年目ぐらいまでですかね。でそんなこんなをしながら2年目以降はまあ、ある程度こう自己資本というかもう増強されたので、自社オンリー、まあ、自社だけの開発を始められたっていうのが2年目以降ぐらいから不動産開発っていうところにこう入ってきたと、そういう遠隔でございます。まあその言葉だけではなくてですね、じゃあいかにこう我々がしてきたっていうのは事例がこういうことでございます。具体的にどうしていくかっていうと、先ほど申し上げた通りこう各町ごとに、いろんな色がある、いろんな人が集まってるよねということをもう徹底的にまずこう分析するところから我々始めますと。で今までこう不動産屋さん、特に不動産デベロッパーの考え方って駅距離何分で、周辺相場がどのぐらいで、地価がどのぐらいで、人口がどのぐらいでというようなこうデータから集めていって、間取りだったり、まあ、いわゆるこう従来のものを従来のなんて言うんでしょう、広さ、駅距離、価格っていうところをまあ中心に議論を展開していくんですけど、我々そうじゃなくて、この街ってどういうことがテーマになってるんだろう、使ってくる人ってどういうことに興味関心があるのかなっていうのをまあ徹底的に分析しますと。でだから我々ここに書いている通り、クオリティオブライフを上げるテーマ型不動産開発って言ってるんですけど、まあ、これ見た時に結構ここって健康意識が高い人たちが多いよね。この事例はですね、いわゆる駒沢大学公園の駒沢オリンピック公園の近くのところで、まあ、結構この事例でですと、
駅前の近くに大手フィットネスクラブさんっていうか、あの辺一帯、三茶一帯ってかなりフィットネスクラブが多いんですけど、その中でも駅前の大手フィットネスクラブさんって全国の売り上げの中で2位の店舗があったりだとか、あとサイクルショップ、いわゆるスポーツサイクルの、お店がすごく多くて、で、かつ当然のことな公園もありますと。でここってやっぱり健康意識だったり体を動かす人が集まりやすい雰囲気だね。じゃあ家の中に取り込んで使い放題にしちゃったら面白いんじゃないの。そしたらサボることもなくなるし、一回申し込んだはいいものの、もう二度と行かなくなりますよっていうか、初めのうちは行くけどもどんどん行かなくなるよねっていうのを解消するために、じゃあ共用部分に、パーソナルフィットネス受け放題、歯のホワイトニングできます、セルフエステできますと。でこういう美容に特化したマンション、ここに美容という要素もちょっと入れたんですけど、入れたら日々の密着、日々の生活により密着した形で自分のライフをクオリティオブライフを高められていくんじゃないかっていうのは、この美容っていうところをテーマにした開発だったり、あとは目黒で我々物件を抑えるっていうことがを確定した後に、先ほど申し上げたエリア分析をしていると、目黒の人たちって夜見るとですね、結構30代後半から40代前半ぐらいの、結構ないいところにお勤めの企業の方が単身ないしは2人暮らしでされていることが非常に多くて、で夜行くとですね、結構なんかちょっと常連が集うような飲み屋さんたちにいろいろいらっしゃるんです。で結構満帆でそういう夜の世界っていいねというふうには思ってたんですけど、ちょっと待てと、この人たちって朝どうしてんだろうっていう話を聞くと、いやコンビニエンスもしてそもそも食べてませんとかいう人が多くて、じゃあこの人たちでも朝の9時からないしは9時前から働いて、職場に行かれると。じゃあこの朝の時間を有効活用させていただくためにはマンションとして何ができるだろうっつったら、そこに朝食をちょうど我々これ京都でホテルをやってるんで、そのホテルの朝食をそこのマンションで提供すればちょうどニーズが合致するんじゃないかと。朝の時間を有効活用してもらうために朝食を提供するというところで発想をしたのがこの目黒の朝活マンションというところでございます。また後ほど詳しく申し上げるんですけども、でこういう開発をどんどん進めていくというのが我々のなんていうんでしょう、オリジナルというか、そこから創業したコロンビアワークスという会社でございますと。でこれが先ほど申し上げた、朝活マンションです。これ1階の共用部分になっていて、で朝の、パニーニだったりをとあとコーヒーですねを提供させていただいて、これはもう、うちで京都のホテルで提供している朝食を提供させていただいているというマンションでございます。でじゃあ具体的に数字としてどんな程度になるんだよねということなんですけど、我々テーマ型開発ということで、いわゆる普通の賃貸マンションよりは何か付加価値をつけて、入ってご入居いただくと。でそこで生活の質を高めていただくと。でそこで簡単に言うとバリューを上げていただく、我々のアセットとしてのバリューが上がっているという状態を作り出しているんで、大体イメージは20% から 30% 程度の今までのやっていただいた開発でいうと周辺相場賃料からの我々、付加価値がつけられているのかなというのが今までの実績でございます。はい、で結局これなんでそういうことが、できてるかできたとかやった結果どういうことが起こっているかっていうと、先ほど申し上げた立地間取り価格だけで勝負していると、いわゆるここにあるコモディティ商品化、よく言われるように、似たようなどこ行っても同じような、ちょっと前まで流行った25平米であったらもう数知れぬほどのコースあって、で一人暮らしでしょと25平米の中でじゃあ立地がいいのかね、賃料はどうなのかねってそこだけで比べられるんではなくて、そこからじゃあ自分の趣味って例えばそれが何でしょう、健康意識、もうちょっとジム活用してるんだったとしたら、賃料のほかにジムの利用料を払ってますよねと。
でそれを一緒にすると生活の質も上がるし、何にせよ自分のマンションの下にあるんで行きやすいすぐ行けるって便利さっていうところを売りにしてやってますと。っていうテーマ、そういうテーマを絞ってやらせていただくんで、同じ立地、例えば同じ立地でやったとしても先ほど申し上げた通り、大体 2、30% ほどのプレミアムがついているっていうのが我々の今までの結果ですし、若干立地が悪くなったかなと言ったとしても、それ相応のもう立地がいいところと比べてと同じような賃料を取れてるっていうのが、今の我々の実績というかやってきた結果の総括でございます。ただここでもうこういうふうに書いてはいるんですけど、我々今メインに狙っているところっていうのはあんまり悪い立地で、より悪い立地なんだけどいい賃料を払ってもらうっていう戦略はあんまり取っておらずですね、どっちかというと高立地の中でいかにそこのエリア分析して、より付加価値を高められるかというような戦略を取っているといったところの方が今の商品企画っていうのはそっちの方にシフトしているということだけご留意いただければと思っております。で何にせよ我々の競争力の原点っていうのがどこにあるかと申し上げると、もうずっと今申し上げた通り企画力、土地を仕入れますっていうところから入って、仕入れる前の検討ですかね、検討するときにどういうものを作ろうかっていったテーマの企画を企画して設計してで、事業収支に落としていくわけなんですけど、でそれが結果的にどうなるかっていうとまず営業のスタイルも全く大手さんと変わっていて、大手さんっていうのはまず用途、例えば住宅本部、ビル事業本部みたいなそれぞれの用途ごとに分かれてるんですけど、我々そういう垣根全部取っ払ってですね、プロジェクトマネージャーがいますと。でそのプロジェクトマネージャーが立地を分析ずっとしていって、でこれがいいんじゃないかっていうのを思いつきベースでどんどん発信していきますと。でそれをもうかなりの結構な頻度週2、3回やってるんですけどっていうところで、ブレインストーミングという形で結構チーム制でああでもねこうでもねっていう知の共有じゃないですけどさせますと。でここの立地ってこれは確かにその発想的にはいいよね、でもそれが賃料に本当に跳ね返るのかねっていうような議論をさせていただきながらより進化していってやらせていただくと。でその一人の責任者がまたなんつったらいいんでしょう、もう一回調査し直して、それを何回か繰り返すっていうようなことをやりつつ、外部業者、いわゆる物件を紹介してくれた不動産業者さんだとか、その事業をやるために行政との折衝が必要だったら行政と折衝するとか、でそういう一人がずっと伴走していくというか、最後のエグジットのタイミングまで走り続けるんで、結果どうなるかっていうと、不動産仲介会社さんから例えば仕入れるときにこの人に頼めばもう全部とにかくコロンビアワークスとして一番高いバリエーションで持ってきてくれるんだよねっていう信頼と速さスピード感があるんで、とりあえず不動産仲介会社さんからするとコロンビアに頼んどきゃなんかいい提案は出てくるんだよねっていうようなご意見をよく聞くので、結構物件の補足率自体は他社さんに比べてかなり高い状況なのかなと思っております。物件の補足率っていうのは買うか買わないかはなしとして前提にせずに情報として入ってるかどうかっていうところで言うと、かなり情報の補足率は高いご評価いただいているのがちょっとありがたい次第なんですけど、でもその源泉って何かっていうと、申し上げた通りやっぱテーマの企画や開発をずっとやってるというところが一番強いのかなと思っております。でそこからいろいろなんでしょう、いざ言うは易し行うは難しですって、これがいいって思ったとしても行政的な制約があったりだとか、建築制約があったりだとか、いろんな制約があって、企画開発していくわけなんですけど、最後目に見えて、我々の優位性が出てくるっていうのはリーシングのところで、先ほど申し上げた賃料がだいたい 20% か 30% くらい高いですよというのは、そのテーマに沿って、そのテーマの人は好きな人たちが来るからというところっていうのはまずメリットのリーシング力の強みというところの一つなんですけど、2つ目としてあるのはやっぱ結構これは今のメディアがかなり発達している
からこそなんでしょうけれども、SNS 等々を通じてやっぱ好きな人たちっていうのはこの情報感度が非常に高くてですね、これ出しましたって言ったらすごいスピードでかなりリーシング速度が速いタイミングで埋まってくるというところが我々リーシング上の強みでもあるのかなっていうふうには思っております。多分これは本当今の時代のこの SNS の情報の拡散力だったりというところがよりなんて言うんでしょう、テーマを絞らせれば絞らせるほどそういう感度の高い人たちっていうのが我々の物件を選んでいただけるというところでございます。でそれが我々の強みというか事業の本質的なことを構築していることなんですけども、ここからじゃあ我々実際経営戦略として、どういう成長モデルを持ってるんですかということをお話しさせていただければと思っております。申し上げた通り我々の本業っていうのは不動産デベロッパーで不動産開発をしていますっていうのがコア事業ではございます。でただこれ創業当初からずっと思ってて本当にテーマ型開発って今ここで簡単に言うんですけど、作るのに人知れずかなりの苦労が実はあって、せっかく開発しましたせっかくできましたというものを外部に売却する時って結構本当創業以来ずっと悲しいもんがあってですね、なんか自分の作った子供がどっかに行っちゃうみたいな、なんか嫁入りさせるのつらいねみたいなことを言ってたんですけど、これなんとか運営したいねというので、去年で今年から営業開始したんですけど、アセットマネジメント会社を作りましたと。で、できればこれはもう本当投資家さんあっての話ではございますので、合う合わないっていうのはそのプロジェクトごとにはあるんですけど、できれば我々の思いとしてはコロンビアワークスのアセットマネジメント会社で我々が開発したものを購入いただいて、でそこで、不動産を運営させていただくと、アセットとして作ったものを運営させていただきます。でそこで、出てきた賃貸、管理会社っていうのは常々入れてるんで、我々のグループのコロンビアコミュニティ社っていうところで賃貸管理をさせていただいて、日々の運営における問題だとか、こうすればよかったね、ああすればよかったねっていうフィードバックを開発の方に生かすっていう仕組みっていうのが今年からちゃんと構築できて営業もスタートできているというのが2025年の大きなトピックなのかなと思っています。でこの仕組みが出来上がって、それまでは申し上げたその賃貸管理会社だとかホテル運営っていうのは不動産運営事業として、着実にやっていた、コツコツそれは積み上げてたんですけど、ようやく箱の受け皿、アセットそのものの受け皿として、コロンビアアセットマネジメント社っていうのが営業開始が今年できたというところで、全てのピースが揃ったというのが運営における全てのピースが揃ったので、あとはこのいわゆる不動産のエコシステムを回しつつ、先ほど申し上げたテーマ型開発によって開発させていただく。でそれを運営フェーズに乗っていきます。で運営フェーズに起こる諸問題だったり課題感っていうのを開発の方に、生かしていくっていうこのシステムっていうのが完成して、もう今年は整えたんで、来年以降はかなりそれをぐるぐる回していきたいなと思っている次第でございます。ちなみに今回、不動産アセットマネジメント事業2025年に今年開始しましたと申し上げたんですけども、もうすでにですね、AUM、その管理しているアセットの金額でいうとすでにもう420億円は超えておりまして、で今期の着地、12月決算であと数日しかないんですけど、おそらく500億弱ぐらいまでは積み上がる予定をしておりまして、なのでこれも2026年27年とより拡大させていただくという戦略は取っております。で、これはいいかな。でもう一個のドライバーとして、運営の方で必要なドライバーとしてはですね、これはずっと昔からやってきたことなんですけど、賃貸管理、作ったものの賃貸を、入居者さんの管理をしていくと、賃貸管理の部分で、こちらもこれは着実に成長がさせていただいて、で爆発的な成長が2年前、ちょうど23年ぐらいですかね
先ほども申し上げた通り、我々もともとオリックスっていう会社でこうノウハウを使ったり大手デベロッパーとのつながりが多いっていうのは前提申し上げたところではあるんですけど、がゆえに賃貸管理会社作る時も単にこう入居者の管理をしてますっていうだけじゃなくて、ちゃんとこう我々、デベロッパー側にとかこうアセットを持ってる人のところにレポートをちゃんと書く、ないしはリーシング戦略を明確にさせていくみたいなことをずっと、コロンビアコミュニティ作った時からやってましたと。でそれが2023年になって何が起こってるかっていうと、我々作ったものを当時は外部売却するしか方法がなかったので、外部の機関投資家さん等々にこう売却してましたと。で当然それを売却する時には賃貸管理会社としてこのコロンビアコミュニティ社賃貸管理会社をセットでつけて売却はしていたんですけど、そうすると機関投資家さんからめちゃくちゃこの賃貸管理会社いいですねと、ちゃんとレポートも書いてくれるし、こうリーシング方針がなんせ、かなりこうバリューを上げていってくれると、賃料のバリューを上げていってくれるというところでかなりご好評いただいてて、ここに載っております2023年頃から一気にこう外部受託、我々が、外部受託というのは我々コロンビアワークスが作った物件以外にですね、自分たちが管理している物件もこう賃貸管理してほしいと、プロパティマネジメントをしてほしいっていう依頼が受託が増加しまして、で2023年24年25年というのが結構な割合でこの賃貸管理個数っていうのが倍増しているというのが今現状でございます。なのでこの不動産運営事業においてもかなりこう今成長をさせていただいているというのが今の現状でございます。でこういうこれが今までの全体像なんですけど、我々開発させていただくという本業においてもちょっと今おそらくこの後ご質問絶対毎回こうお話しさせていただくと絶対出る質問の一つに、建築費が高いんですけどどうお考えですかと、工期が長くなっているのどうお考えですかっていうことを絶対言われるんですけど、でそこで我々、どうしているかっていうと、このスキームで当然、まず事業のやり方として2つあって、1つはすごいプレーンに、土地を買ってきて開発しますっていう、不動産開発で、もう1個はその今までの知見を生かして他社さんが開発した建物なんだけれども、これまだバリューアップする余地があるかっていう判断をしますんですけど、その判断にバリューアップ余地がある物件に関しては我々それを買わせていただいて、共用部分をまるっきり変えたりだとか、あとは何でしょう、こう間取りでいうとここのエリアだったら一部屋のみんなちょっと細かく分かれてるけど、これを2つを1つにくっつけて大型化してで全部丸々変えるだとか、もう逆のパターンもしかりだったり、あと中にはホテルで買ってきてるんですけどこれを住宅に変えるとかいうようなバリューアップなんかもさせていただいていると。でこの2つ、不動産開発バリューアップっていうことでまず2つに分けられています。でこの違いは何かっていうとですね、当然ゼロから作る不動産開発の方が利益率いっぱい取れるんです。我々のこう思った通り全部作れているんで。でどうしてもバリューアップなんで、ここの柱が邪魔、じゃあ柱抜くってことはできないんでですね、どうしても制約が出てくると。でその分収益力が下がってしまうというデメリットはあります。ただもう躯体が出来上がっているバリューアップなので、不動産開発だと大体プロジェクト期間で2年半から3年ぐらいのリードタイムがかかるものが大体1年ぐらいで最後のエグジットまで迎えられるっていうのがバリューアップのいいところ。収益は下がるんだけどこういわゆる回転率が高まるというのがバリューアップのいいところでございます。でいう開発種別の分け方でまずそこを、事業上工夫しているということと、でも儲かる不動産開発をじゃあみすみすその期間が長くなるからだけ、期間がなるっていう理由だけで、逃すのは僕たちのやりたいことをできなくなるっていうのはかなり惜しい話なので、次はファイナンス側で誰が資金提供しますかというところで3つのバリエーションを持っていると。この 2×3 で、6パターン我々今、開発の手法を持っているというところでございます。でそのファイナンスのスキームって何かというと、一つはオーソドックスにもう今までやってきた通り自社の BS を使って自社のフルエクイティ自社のエクイティで、2年半から3年ぐらい持ってやりますというものが一つ
でファンド型、一番上に書かれているファンド型っていうもんですけど、我々土地だけまず初め持って大体半年から1年ぐらいで全企画を固めます。設計も工事会社もそれのステークホルダー全部固めた上で SPC の方にファンドに一旦土地で移しますと。でファンドの中で開発、最後竣工まで持っていって、でファンド、そこのファンドは開発型ファンドってよく言うんですけど、開発型ファンドは開発竣工後また売却しますというような、この3ステップでやらせていただいているのがファンド型というものでございます。でこの大体このファンド型と自社開発型っていうのをこう使い分けしながら、この物件に関しては自社でやる、この物件に関してはファンド型でやるっていうのは、どちらかというとこう収益性とか利益率とか、あとはスピードですね、その開発までのエグジットまでのスピードを見越しながら、あとマーケット環境、金融環境等々を判断して、このファイナンスのスキームを選んでいるといったところでございます。でちっちゃく書いてるとか、一番下に書いてる他社協業型というものがあるんですけども、これはどっちかというと我々基本的には自社でコロンビアワークスグループ内でできるっていうものを事業計画をしてるんですけど、中にはそのプロジェクトをずっと考えていくと、あれ自社のサービスでないところのデベロッパーと組んだ方がいいんじゃないかっていう結論に行き着くことがあるんですけど、その時無理くりじゃあその収益性諦めて自分たちのモデルの中でやるっていう選択肢はあるんですけど、やっぱそうじゃなくて、せっかくこれって本当は他社の方がいいのにねって思ったプロジェクトに関しては、他社と一緒に組んでその事業を遂行していくっていうのは大体毎年何案件かあります。一番分かりやすい事例で言うと、当社に置くと分譲事業はやってないんで、この立地ずっと分析していったら絶対分譲事業に持っていった方が明らかに収益性良くなるよねと。じゃあ分譲事業やらないからって無理くり賃貸マンション持っていくよりかは、やっぱ分譲マンションデベロッパーと一緒に組んだ方が理屈としては叶うはずなので、その場合は分譲マンションデベロッパーと一緒に組んで、今のところは他社協業型としてやらせていただくっていうのがこの他社協業型でございます。なので投資効率でいうと他社協業型が高いってなってるんですけど、これどっちかというとちょっと結果論で自社でやっていってたら、どっちかファンド型が自社開発型に入る案件なんですけど、それよりも他社と組んだ方がより収益性が高いよねって判断されるものの場合は他社協業となるので、結果論的に他社協業とやらせてもらっているのが収益性が高くなるということでございます。でファンド型で分けると、自社開発型ってすごく分かりやすくて、土地を買ってきて建物を投資して売却します、で付加価値が結構高く取れますっていう話を申し上げたんですけど、ファンド型の場合はここに申し上げた通り、先ほど申し上げた、土地で買ってきて企画の内容を固めます、設計固めます、で固まった段階で、建設のフェーズぐらいからファンドの中で開発を進めますと。でコロンビアワークスにとってはこの土地と企画を売るタイミング、ファンドに移すタイミングでまず売却益が一旦立ちますと。でそれが大体半年から1年程度のリードタイムで、一度収益が立ちます。でそのファンド内で開発している時に、とはいえ開発する主体はどこですかって言ったら、変わらずコロンビアワークスがプロジェクトマネージャーとして、事業を進めていくので、いわゆるファンドから我々は、プロジェクトマネジメントフィーとして、受託して、そのフィーをここの期中に、フィーとしていただくというのが、これも売り上げに立ちますと。でかつ開発型ファンドに蘇生するタイミングのエクイティというか出資も、オフバランスにできるギリギリまでコロンビアワークスの方で出資させていただきますので、それが、いわゆる建物が完成して、じゃあそのファンド内からまたどちらかというと運用ファンドの方に移るタイミングでまた開発益が立つんですけど、その開発益も我々の出資比率に応じて、収益が見込まれるという、
結構いろんな自社開発型に比べるとここの売却のタイミングだけで見ると利益率は悪く見えるんですけれども、トータルで見ると、そこまで、どっちかというと収益の機会が分散化されると、そんなふうなイメージを持っていただければ正確に伝わるのかなと思っております。よく我々、ちょっとこの中で本当に初めて不動産セクター見られてないっていう人も多々いらっしゃると思うんですけど、不動産セクター見られてる方はよく我々比較されるのが霞ヶ関キャピタルさんとっていうのはよく比較されるんですけど、霞ヶ関キャピタルさんのモデルはまさにこのモデルで、我々は霞ヶ関さんと違うくてこのモデル以外にも自社開発型であったり、アセットタイプの多様化だったり、いろんなことやってますと。いろんな中のうちの一つがこれなんですけど、これが霞ヶ関さんとかなり似ているモデルですというとお分かりいただけるんじゃないかなと思っております。で、先ほど申し上げたその我々ファンドの活用もさせていただきながら、このまさしく箱根のこのホテル、今これから開発する案件なんですけど、これは我々で土地を買って企画までして、これを今年この第3クォーターで発表させていただいたんですけど、開発型ファンドに持っていったホテルの案件の一つです。で、向こうの左側に右側って言ったらいいんですかねに、載ってる水天宮っていう案件は我々以外の他のなんていうんでしょう、デベロッパーから取得してそのままファンドに入れたという案件でございます。で、我々の、最も大切にしているKPI というか最重要指標としては営業利益ならいいし営業利益成長率っていうものを我々いつも注目、そこをいかに上げるかっていうところを考えておりますと。でそれと同時にやっぱり我々デベロッパーですので、どんだけの資産を保有してますかというところがで、その保有も、無尽蔵にいわゆる会計上のBS を膨らませていくと、いわゆる経営効率がどんどん悪化していきますと。でこれを先ほど申し上げたファンド型を利用したりだとかオフバランスを利用させてながら、BS は軽くしてて、とはいえパイプラインっていうよく言い方するんですけど、パイプラインだけはしっかり確保していきたいっていうのが我々ここに書いている運用資産っていうものです。でこの運用資産が自社の持ってる総資産と、先ほど申し上げた、アセットマネジメント社の AUM、 これを足したものを2027年までに2500億円にするということを目標として掲げておるところでございます。で、もうここから2025年12月3級、11月に発表させていただいた決算の概要なんですけど、この数字面においては、ご覧いただければいいのかなとは思っておるんですけど、ざっくり、25年の第3クォーターの所感だけ申し上げられればなと思っております。当初2025年12月期において47億ぐらいの営業利益を達成しようというのを計画しておったんですけど、その計画自体は第3クォーターの時点で営業利益としてはもう達成しておる状況でございます。でこれの主な要因って何かっていうと、基礎時点、我々よくいつも機関投資家さんとかのワンオンワンを繰り返すたびに言われるんですけど、かなり保守的な、見通しを持って、毎年公表させていただいてるんですけど、今年も2025年初頭というか、基礎計画立てる段階ではもうちょっと、まさに昨日じゃないや先週末、金利の上昇が 0.75 に上がりましたけれども、もうちょっと早いタイミングで金融環境の対等化が進むんじゃないかっていうのは基礎時点で思っておりましたと。で結果これが進むと我々当然借り入れ起こし事業を起こしているので、そこのコストも上がると同時に、売却する時のキャップレートっていわゆる、利回りですね、売却するの利回りの時にも影響を受けるんで、ここを結構保守的に見込んでいたっていうのが基礎時点のことでございます。で我々の考え方的にはですね、基礎の時点の計画っていうのは結構
対マーケットだったら株主の皆様にとってのお約束かなと思っておりまして、できないお約束をしても仕方がないだろうということで、環境が悪くなったとしてもこの事業計画自体は達成しますというところを設定させていただくということをIPO 以来ずっと思っているので、なので結局保守的にならざるを得ないというか、ちょっとワーストシナリオを考えつつ発表させていただくという傾向になります。なのでちょっと大体いつも言ってるのが、営業利益成長率を25年から27年中計においては 25% 成長させますって言ってますし、 IPO の時は必ず 20% 成長させますみたいなことは言ってるんですけど、結果的にトラックレコードで言うと 40% ぐらいの成長なんで、いやいやお前らのガイダンスどないなってんねんっていうお叱りは受けるんですけど、あくまでそこは我々できるところが公表させていただきますと。でそこから先は何度も工藤言うて申し訳ないですけど、営業利益をいかに上げるかっていうことをもう日々考えておるので、そこはもうできる約束と、でそこから通期でというかその期で、今だったとしたら25年12月期で売却した方がより利益がしっかり取れるのか、それとも26年で売却した方がよりしっかり利益取れるのかと、それはあくまでお約束の水準を超えた際は超えるってことは前提ですけど、超えた後はどのタイミングで売却する方がより利益がしっかり取れるんですかっていうような考え方で、計画だったり日々経営しているところでございます。なので、今期の業績修正を出させていただいたんですけど、基礎時点では47億程度の営業利益だったんですけど、今見通している着地時点では56億ぐらいの営業利益が確保できそうだという見通しは持っております。なんでこの業績修正をさせていただいてから、投資家さんから「あれそんな出すんですか?」と。これせっかく47億で売ってるんだったら来期に持ってった方がよくないですかってなんていうふうなお声もいただくんですけど、先ほど申し上げた通り、別に来期売っても同じ金額でしか売れないんだったら今期売っといた方が絶対いいに決まってますし、で今期売るより来期に引っ張った方がより高くで売れるんだったら来期に持ってきますって、その発想でやらせていただいているので、今期の着地は大体営業利益として56億円ぐらいになろうかなというふうに思っているところでございます。で先ほど申し上げたもう1個の2つ目の重要ファクターとしての AUM というか我々の棚卸資産パイプラインとしては順調に確保させていただいておりまして、いわゆる先ほどの不動産運営事業におけるアセマネ事業においても今現時点で420億は確保させていただいて、この期においてもこの期というか着地時点においても500弱480ぐらいですかねにまでは AUM が確保できますと。で我々の本業の方の仕入れる物件においてもパイプラインをしっかり今確保できておって、しっかりっていうのはどの程度かっていうと、26年12月期に販売するような案件に関しては、ほぼほぼというかもう見えてますよねと。で27年においてもどうでしょう、ある程度見えてるんですけど、若干あと27年に関しては積み残しがあるかな程度ですね。なんで来期の数字ぐらいはとそれを超える27年ぐらいの、大半ぐらいまではもう見えているというのがパイプラインの今の状況でございます。中期計画は、最後に申し上げると、営業利益75億円、先ほど申し上げた運用資産2500億円で、27年にプライム上場、27年以降にプライム上場を目指しておりますというところでございます。ただ営業利益が今75億円って申し上げて、先ほどの25年12月期は55億円なので、ちょっとこの先もう一回考え直す可能性はもしかしたらあるかもしれないというところでございます。
でプライム市場に向けてっていうところで、ここだけ補足させていただくとですね、プライム市場で今一番重要なところで足らないなと思っているのが、流通時価総額の部分が若干今足らない状況でございますので、ここからの考え方って、流通株式数を増やすのか、株価を上げるのかのどっちかしかないんですけど、もう先ほど先日来、公募投資をさせていただいて、しっかり、ここから投資させていただく物件というのはほぼ見えている段階ですので、あとはいかに株価を上げますかというところにもうたどり着くのかなとは思ってますので、ちょっとそこはこうより収益性を高めていくところをアピールさせていただくべく、今後事業を行わせていただければなと思っておるところでございます。すみません、長くなりましたが、じゃあちょっと一旦ここで終わらせていただければと思います。はい、ありがとうございます。では事前にいただいた質問からいきたいと思います。これか。まず、地域特性について、開発案件の地域割合で多いのは都内でしょうかという質問です。はい、ありがとうございます。我々のアセットタイプの数頭数だけでいうと圧倒的に多いのは住宅が多いんで、住宅に関して申し上げると東京都内というか、もっと言うと東京都心の案件に今集中しているというのが多いです。ただイメージ金額ベースでいうと、半分が住宅で、その残りの半分がちょっと時代のなんていうんでしょう、こう流れによって変わってくるんですけど、今ですとホテルをご中心になっています。でホテルに関してはもう全国津々浦々見ております。北海道から沖縄まで。でその中で観光資源がよりこう明確なエリアに対して投資を行っていくといったところでございます。はい、はい、ありがとうございます。単価が上がる都内で獲得できる案件数、開発数というのはどの程度あるのでしょうかと。そうですね、単価が上がる、当然のことながら、取得価格はかなりこう高くなっているのはありますが、いかに確保できるかっていうことなんですけど、我々ここが一番強いのが不動産運営を先ほど申し上げた通りしっかり行ってきましたと。でここから明らかになってくることって、まず我々のノウハウの中でこういう用途にしてこうバリューアップします、ないしはこう企画しますっていうと、大体この程度の賃料は取れますよねっていうのはあらかじめ出てきますと。でプラスアルファ今起こってるのはマーケット全体なんですけど、すごい勢いで今、賃料上昇しておるというところでございます。でここの組み合わせじゃないですけどところを我々結構つぶさにこうチェックしておりまして、先行指標として見ておりまして、このリーシング速度が遅くなる、ないしはリーシングのこう賃料上昇幅が結構ちょっと減速していくっていった時にはちょっと我々、警戒はするところではあるんですけど、今のところ東京都内むしろ23区内の都心エリアにおいては、まだちょっとその傾向は続いていっているっていうのが今の状況でございますので、そういった物件っていうのは先ほど申し上げた結構情報の補足率が高いっていうところも我々の強みとして持っているので、情報をいただきつつ精査させていただいているというのが今の現状でございます。はい、ありがとうございます。不動産開発の粗利率がばらつきが大きいですねと。で、粗利率が高いものと低いもの、どのような特性の違いがあるんでしょうかと。また、今後を考えたとき、どの程度の粗利を想定しておけばいいのか、その理由とともに教えてくださいと。ありがとうございます。本当おっしゃる通り、案件ごとに粗利率はかなりボラタイルというかバラバラでございます。で、粗利率がいいって言ったものは、総じて、我々の開発させていただくものがどんだけ早いタイミングで、取得できているか、早いというのはいわゆる企画がどこまで浸透できているかというところがより賃料アップのところになってくるんで、先ほど申し上げた例えばバリューアップ案件で、今現状は、
言い方悪いですけど普通の賃料で入ってますと。でこれ我々が開発させていただく、っていうかのノウハウで賃料アップ増額していきます。でここの間で例えば変な話、今全部埋まってましたと、全部埋まっていて普通の賃料です。でそこからバリューアップしますっていうのはある程度リードタイムがかかったりだとか、そこまで上げる速度っていうのは遅くなってくるんで、そういうのはどうしてもこう粗利率が下がってくると。でたら自社開発でゼロからこうバリューをつけていきますみたいなものに関してはバリューがかなり高いと。で先ほども今期入れましたって言ってた先ほどのホテルの案件、あれ土地売りだけなんですけど、企画をかなりさせていただいているところもあるので、粗利率としてはかなり高い粗利率を誇っているというところでございますっていう、指標が一つですかね。でじゃあ大体そんなことはよくてどのぐらいで見とけばいいのと言うんですけど、中央値を取ると本当案件バラバラなんで、案件ごとに変わるんですけど、中央値平均だけで言うと大体開発型の我々開発させていただいている粗利で大体 30% 程度ぐらいで、バリューアップ型で 20% ぐらいっていうのが大体中央値というか平均ぐらいになってくるのかなみたいなっていうところでございます。はい、ありがとうございます。同じく、粗利率についてですね、不動産運営の粗利率について、四半期推移を見ると徐々に良くなっていますと、55% から84% 程度まで上がっていますと。要因と今後の見通しはどの程度と考えれば良いのかと、その理由も教えてくださいと。はい、ありがとうございます。不動産運営に関しましてはですね、ほとんど粗利率とられないんですけど、結局我々、本業というか、メインの不動産開発事業に比べると当然のことながら粗利水準減価になる計上されるものってほとんどなくてですね。でなんで 55% とか85% になってるかっていうと、主な要因っていうのは管理会社の方で、現状回復だとか工事とか入るんで、その工事を請け負っているところが原価として入ってきますっていうのがあったりだとか、あとはリーシングのためのコストがかかるとか、ホテル運営における集客のためのコストがかかるみたいなところなんです。で今期において 85% っていうのはちょっと工事よりかはどちらかとこう更新作業とかあまり原価がかからないところの方に、ボリュームがあったので、粗利率が高い水準になっていると。大体イメージでいうとその間で 60% 前後ぐらいで見ていただけると、結構保守的な話になるかなと思ってます、運営事業でおいては。はい、運営の工事とかっていうのは原価が結構かかるものじゃないんですか？違いますか？かかるんですけど、不動産運営全体の売上高に対して一部なんで、工事受注しているところは、でただちょっとここの領域も増やしていきたいなと思ってるんで、粗利売上だけではどんどん伸ばせられるんですけど、粗利率だけでいうとちょっと低下する傾向にあるかもしれないですけど、その受注は順調にいけば。はい、わかりました。ありがとうございます。顧客属性について教えてくださいと。物件がユニークで、富裕層の顧客の取り合いになっているということはないですかと。ありがとうございます。ですね、どうでしょう、我々の顧客をどこに定義づけするというかターゲットを置くかなんですけども、リーシングにおいては先ほど我々すごいいろいろテーマを持ってやってますっていうんで、テーマごとにいろいろ顧客の属性変わってくるんでですね、あんまりリーシングにおいてバッティングするみたいなことはないですと。で一番大きな売上高の占めてるのはやっぱ売却先に対する顧客なんですけど、売却先の顧客って大体もう機関投資家さんがもうほとんどメインでございますと。でそれがいわゆる生損保さんだったりだとか年金さんだったりとかっていう扱っていらっしゃるところがいわゆる我々が、いわゆる収益を不動産として、企画した後とか出来上がった後に買っていただくという先なんで、そこが主なターゲットになっていますと。で一部投資家の方々、機関じゃないな、いわゆるノンコアで不動産やられてて資産運用的に不動産を回されているっていうような事業会社さんだとか個人富裕層の方は一部いらっしゃいます。でその方々はどっちかというと取り合いっていうより1回買っていただい
でその後運営当然のことは運営されて結構気に入っていただくことが多くてですねなんかリピーターになっていただくケースが昨今増えていっているということでこういう傾向にはございますね。だからあんま取り合いをしてるっていうことはあんまないかなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。一旦会場に行きたいと思いますけども、はい。今回発表された公募増資のタイミングについてお伺いしたいんですけれども、今回、第3四半期の決算素晴らしい数字だったなと思ってまして、一部第4四半期の削れが前倒しであったかなって思っていたにもかかわらず、それでも素晴らしい数字だったっていうところで、その第3四半期の数字発表から2週間後に今回公募増資の発表がありましたと。すでに第3四半期の決算説明資料だったり QA でファイナンスを匂わすような発言があったので、今期中もしくは来期期初に多分出てくるかなと思ってたらすぐ出てきたのでちょっとびっくりしましたと。っていうところを考えたときにあそこまでいい数字だったのであれば第3四半期の決算と同時の開示で公募増資やった方が株価の下落ファイナンスを匂わして株価の下落につながるようなタームをあえて設けて発表する必要はなかったんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、おっしゃられる通りで公募増資するタイミングっていうどこで、タイミングやりますかっていうのは結構社内でもあったんですけど、これ従来、去年の年末ぐらいから、公募増資はしますよとしますよとは言ってないんですけどずっと、決算説明資料で公募増資するかもねみたいなニュアンスでずっと書かせていただいてましたと。でこれはなんか我々どっちかとしませんよっていうのは嘘になるんでどっかのタイミングでしますよってことは正直に言っといた方がいいよねというんで言ってましたと。でただその時にずっと申し上げてたのは投資機会に恵まれればいつでもすぐしますと。っていうことだったんです。で今ご質問いただいた通り本当は第3クォーターの発表時点で、しっかり増資を発表できれば全てが美しくできたんですけど、これはねひとえに社内でもずっと揉めていたのが本当にこの投資案件が角度が高まっているのかどうなのかっていうことをこの2週間の中で結構あってですね。で、ようやくなので変な話この増資の決議をする直前までは結構本当にするのかしないのかっていうのは社内もけんけんがくがく議論していたというのが当然証券会社さん等々走らせてましたけども走らせたんですけど結構そこは取締役の中でも議論が分かれていたといったところでごめんなさいおっしゃる通り本当は美しくその時点で発表する方がメイクセンスするはずなんですけどちょっとそこはずれちゃったなっていうのが本音のところでございます。はい、ありがとうございます。もう1点だけいいですか。はい、公募増資の一つの目標としてプライム市場への移行というところを掲げていらっしゃるかと思うんですけども、先ほどご説明あった通り時価総額とあと流通時価総額のところとまだ達してないと思ってまして、先ほど社長株価を上げるというところで対応して適合するっていう方向だったと思うんです。その一方で例えば、大株主の株式の放出によって、時価総額は分からないですけど流通時価総額のところで、達成できるんじゃないかなって考えもあるかなと思ってまして、そういった、いわゆるその方向性として、どういったところを選択肢として考えていらっしゃるのかなってもう一回お伺いしたいなと思ったんですけどいかがでしょうか。ありがとうございます。そうですね、今のところはもうそこの何でしょう流通株式数の調整で、流通時価総額を上げるっていうことは考えておらずですね、最後の最後なんかの要請でもう決まったらですよいけるって決まったら波数調整でっていうことは起こり得るかもしれないですそこはっていう程度で、じゃあそのプライムに向けて、今の大株主の保有比率を下げるだとか流通株式数を増やすみたいなことは今のところ考えてないかなというか、本人は
ずっと言われてるんですけど、おい水山なんかこれもうちょっと買えへんので、いややめてくださいと、今買われるともっとプライムが遠のくからやめてくれって言ってるぐらいもう欲しがってるのは事実ですし、今もやこう手放したいっていうことは全くなくてですね。なので、どちらかというと今はいかにこう株価そのものを上げていくかということに注力していきたいなっていうふうな思っております。他いかがでしょうか。御社内でその日銀についてどういうふうにウォッチしているかとか観点を教えていただきたいと思います。そうですね、めちゃくちゃ難しいですね、その日銀がどうなるかっていうのは全く分かんないですけど、ただ、いろいろこう情報のキャッチアップ、いろんなルートからいわゆる日銀の内部の方針だとか考え方っていうのはヒアリングアンテナを張り巡らしてるのはあれですけど、大体それって変わってくる話でもあるんで、こう話半分で聞いたりとかするところもあるんですけど、大切なところってどこかというと、よくそれこそ上田さんの会見でもおっしゃられた通り、中立金利がどこにあるのねという話でございまして。でよく言われている通り、中立金利が今回の利上げによって、上回ったか追いついたかっていうと、まだまだそこではないんだろうなっていうのは我々の感覚としても思っておりまして、でその裏付けがあるのがやっぱりこう先ほど申し上げたやっぱ賃料の上昇っていうのが結構底堅いものがあって、まだその 0.25 を今回上げたところで、じゃあそれが上回るほどこう価格転嫁できない、いわゆる金利上昇分を転嫁できないないしは中立になりましたっていうところではなくて、まだまだちょっと上がり余地はあるのかなっていうふうには捉えておるところでございます。もちろんそれは作っておりますと。でただ作っておるんですけど、我々公表させていただいている先ほどの話じゃないですけど、気象計画自体がかなりのこう想定をしておりましてですね、終わったキーな話なんで、終わってないか、まだ25年終わってないんですけど、もうあと今回の利上げプラス 1,2 回ぐらい利上げがあったことある前提で、当初収支っていうか計画を組んでいたというのは事実でございまして、大体そのぐらいの保守的な見方を我々させていただいているというのがあれですかね、環境の、計画の組み方をしておるところでございます。はい。はい、他に。すみません、3点ありますのでちょっと端的にお伺いさせていただきます。まず、先ほど売り先なんですけど、機関投資家が多いってことだったんですけど、割合少ないとは思うんですけど、相続税対策が目的と思われる売り先はどれぐらいの割合がございますか。ありがとうございます。相続税対策が目的って思われる投資家さんってほとんどいなくてですね、相続税なんで、どういう形を取られるかって、あるにせよ個人で少なくとも個人で、借り入れを起こされて個人で買われるってお客さんはほとんどいませんと。で、資産管理会社を通じてっていうところもいらっしゃらないんですけど、購入目的で聞いてると別に相続対策が目的で資産管理会社で買うっていうわけじゃなくて、いわゆる都内の安定資産保有が目的で買われているって、そういう方々がちょっと我々リピーターになって来ていただいているんで、確かにあんまり相続税対策を目的に買われているような買い方ではないなっていうような買い方をされている人たちですね。はい、ありがとうございます。正直これ相続税対策で使えんじゃねっていう案件あるんですけど、逆に変わってくれないですんでということでございます。はい、ありがとうございます。2点目なんですけど、ちょっとあまり御社に関係ないかもしれないんですけど、一応売却時のキャップレートの上昇は織り込んでいるということだったんですけど、今回不動産小口化商品に対して相続税対策としては塞がれるような話が出ていると思うんですけど、投資家からの要求利回りは多分小口化商品については上昇すると思うんですけど、投資家からの要求利回りの上昇が小口化以外、御社が使っているような商品には波及すると思われますか。
そうですね、報道が出たというか、そこにメス入れますよって来たときに、一番最初に社内で話題になったのはチャンスじゃんっていう話をしてましたけどでなんでそういう話なのかというと、結構彼らの売り方っていうのが相続税効果後こんだけになりますよという見せ方されているので、我々からすると結構いい利回りでこう変わっていかれるなみたいな、そういう業者さんたちがあって、正直負けてるケースとかもあってですね、買い負けてるっていうか、我々が投資したいのにあれみたいな、持っていかれたねで、どういうふうな事業計画組んでるんだろうって追っかけていくと、どうも小口化して、そこのいわゆる相続税対策税後の利回りで見られてると。で、なるほどと。でも我々そういうのを持ってないからって言って、それこそ、一部競合、なんていうんでしょう、他社協業スキームでそういうこう業者さんと組ませていただいて、そういう売り方してもらうというかいう案件も、過去にはあったのはありましたけども、我々そのものがそこをターゲットとしてビジネスしていないので、どっちかっていうとポジティブに働くんじゃないのかなっていうふうな印象は持っておりますね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にもう1点なんですけど、これまで説明資料の中で、中継達成はエクイティの調達は不要とありまして、でそれ以上の成長を見込める場合エクイティ調達されるという認識だったんですけど、で今回増資したことでもともと売上で大体 20% 程度で営業利益で 25% 程度の成長率だったと思うんですけど、そこからどの程度に上がる想定なのかというところをお伺いしたいです。ありがとうございます。そこはですね、今年の第2クォーター時点で、中期経営計画の中で増資したパターンというか、もともと中期経営計画では 26% 程度の CAGR で、増資しない場合で 26% はいきますと。で、投資機会があればプラス 30% 程度の成長をさせたいねということは申し上げてた通りで、今後こういうことはお約束できるのではなかろうかというふうには見込んでおります。でただここで言いたいのはまさにこのグラフの通りなんですけど、2025年の12月期に増資しましたと。でこの増資した効果がPL に業績に直接影響を与えてくるっていうのが、直接的に影響を与えてくるのは27年12月期以降の、PL に落ちてくるはずなんです。我々の投資期間というか事業タームから考えると。でただとはいえ26年25年の数字の着地の話も先ほど申し上げた通りの考え方してますんで、その影響が26年にポジティブに働くこともあれば、その増資の影響によって、予診力等々の拡大でそこがポジティブに働くということもあるので、再度25年12月期の通期業績発表させていただくタイミングまでには26年の見通しを間違いなくあんまり間違ったガイダンスを出さない限りにおいて、ちょっと極力出させていただければなというふうに思っておるところでございます。はい、すみません、ありがとうございました。ちょっと見逃してしまったかもしれないんですけれども、現状の利益でストック型の利益とフロー型の利益で大体割合がどれくらいで、今後ストック型を増やしていきたいのかなと思われるんですけども、どれくらいにしていきたいのかについてお伺いできますでしょうか。そうですね、どっかのアペンディクスに書いてたような気がするんですが、ここかな。今すぐ資料が出てこないかもしれないですけど、大体、ごめんなさい、じゃあ、ごめんなさい、ちょっと今、正確な数値はあれとして、今ストック型、つまり賃収と、いわゆる不動産運営にかかる収益で、売上高でいうと大体 10% ぐらいが、
ストックにから運営から関わってくるものでございますと。で、粗利ベースでいうと15、6% ぐらいなんですかね、っていうのが今粗利の構成比率になっていますと。でこれがいわゆるこうストック収入の方がどんどん我々作れば作るほど今先の不動産エコシステムじゃないですけど溜まっていくんで、そっちの方が上がっていきますと、これはまあ大体こう 30% ぐらいまでは持っていくぐらいは頑張っていければなというふうに思っているところでございます。すみません、答えになってましたじゃあはい。賃料以外になんかこうストック型みたいな感覚で捉えられるような利益っていうのは何かあります？もうそれが、いわゆる、不動産アセットマネジメント業でして、でこれを我々開発させていただいたものをその不動産アセマネの方に、ファンド化することによって、いわゆる運用費、そのファンドを運用するところによって期中として期中のフィーが、預かり資産に応じて、毎月ずっと発生しているというのが、大きな伸びる要因でございますして、はい、それが現状15、6% で将来的に30% ぐらい目指すという。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。本日はありがとうございます。こちらこそありがとうございました。まず社名について、はい、僕は初めてちょっと今日聞いたんで聞きたいなと思ったんですけど、明らかに不動産屋さんの名前じゃないじゃないですか、コロンビアって日本じゃないじゃないですか。これどういう意図でこの社名になったのかについて教えてください。はい、ありがとうございます。先ほど冒頭申し上げましたけれども、ちょっとこう我々、まずは土地があって、そこの土地ってどういう人たちが集ってどういうカルチャーが出来上がるんだっていう新しい開発を持っていこう。要はそれをコロンブスの新大陸に発見になぞらえてですね、我々の仕事ってコロンブスの仕事やねと。でコロンブスのっていうのがその直訳するとコロンビアっていうのところなんで、コロンブスの仕事、コロンビアワークスというのが社名の由来でございます。はい、わかりました。でちょっとさっきちらっと見たら仙石原のところにホテル作ったっていう、正直な話なんですかね、あそこら辺の中では衰退気味の地域なのかなと。どちらかというと箱根のど真ん中じゃなくて端っこの方で、どちらかというと賑やかではないところでホテルを作ったっていうのはちょっと珍しいなと思ったんですけど、これどういう意図で作ったんですかね。そうですね、おっしゃる通り箱根の中でっていうところはあるんですけども、ただかなり、交通のまず便がいいっていうところと、ほとんど箱根のいらっしゃるお客様って、コロナの時なんか如実に分かったんですけど、東京都心からいらっしゃるお客さんが多いですと。じゃあ東京都心からのアクセスでいうと確かに強羅とかいうところに多いんですけど、強羅確かに着いたらビューはいいですと。ただ行くまでの斜面だとかがかなり急なので、このフラットなところでかつすすき仙石原自体がすすきであるんで、観光地というか、名所も見ようと思えば秋口にしかならないですけどありますと、観光資源がありますと。でそういった観点でどっちかというと安定的に収益を回す前提でいうと、あんまボラタイルではないところが仙石原のいいところかなっていう、比較的箱根っていうマーケットだけで見ればですよ、箱根全体がそもそもかなり安定して今もかなり伸びているエリアなので、これは投資してよかったなっていうところあるんですけど、中でも箱根の中でも仙石原でいいっていうのは、どっちかというと借景、すごいいいビューがいいっていうよりかは、ビューじゃなくて交通の便とか車で行きやすさとか、近くに例えば星の王子様ミュージアムがあったりなんかそういうところにすぐアクセスできるっていうような観点で見て今回の計画もそうですけど、どっちかというと部屋の中で楽しめる、あんまりビューを売りにするっていうところが結構箱根には多いんですけど、部屋からの景色がいいよねって、それよりは部屋中で館内でいかに楽しめるかっていうような企画をさせていただいているっていうのが今回の計画の目玉になっているかなと思っております。
需要あるんですね、戦国からで最後に顧客属性について教えてください。やっぱりパッと見た感じ、やっぱり投資用不動産の方に近い属性なのかなというふうに見えて、まあなんか言い方悪くなるとデザイナーズマンションなのかしらみたいなような感じに僕は受け取ったんですよね。まあ、そうなるとなんかちょっと今の政権からするとどうもそこら辺のなんつうんですかね、転売が多くなってるようなところで、まあ地価が上がったり賃料が上がってるっていうところを規制したがってる雰囲気がある中で、ちょっと御社の影響ってどうなのかしらっていうのが気になったんですけど、そこら辺どうですかね。そうですね、ありがとうございます。我々、例えばデザイナーズマンションとか、多分個人のお客様の資産形成の目的で我々買わせていただいているとか、あとは今問題になっている中国だとか海外の投資家さんに売却、個人の方に売却しているってことはなくて、ほとんどなくてですね、今の売却先が。ほとんどは国内のファンドだったり海外のファンド、海外だったとしても海外投資家だったらファンド、機関投資家になるのでですね、あんまりどちらかというとそういった議論というか声自体は全く聞こえてこずにですね、で政権自体もおそらくですよ、これはちょっと本当高市さんに聞いてみないと分かんないんですけどおそらく規制しようとしているのは、実需に直接影響を与える、つまり例えばハルビンフラッグで起こったこととか、ミタガーデンヒルズって三井さんがやられた分譲で起こったことって、デベロッパーって建築確認が取れたタイミングで販売可能になるんで、そこから売却するんですけど、その売却時点で竣工までの間に2回転ぐらい転売をされていって、でそれの転売されているプレイヤーが外国人だったりだとか、日本人のでも転売目的で買われているところで、そこが竣工時点が釣り上げていっているというところが実需的にかなり、問題になっていると。でおそらくここには一定の規制を、法律という形じゃなくて多分自主規制的にかけてくるんではなかろうかと思っておりまして、三井さんともお話ししても、今はもう若干やっぱ都心のエリアでの分譲の時は転売禁止条項をつけていうような対応をされているというところになってくると伺ってますし、おそらくそういった対応になってくるのが着地時点なのかなというふうに思っております。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてお聞きしたので、ちょっと基本的なところが分かっていないんですけど、中期経営計画で社員の数が120名くらいで、今、50名後半で結構倍ぐらいに増えるなって思ったんですけど、その御社のその成長にはどういった職種の人材が必要なのかっていうところと、その人材が順調に取れなかった場合っていうのは何か成長にブレーキとかがあるのかなっていうところが、教えていただければと思います。ありがとうございます。57名、多分それが2024年12月期時点の数字が50何数名かなと思ってまして、おそらく今現時点の、第3クォーター終了時点で今80名ぐらいになっているのかな、同じ基準に揃えているとですね、いずれにしても今人口というかうちの従業員の推移はそうなっておりますと。でどこに人がいるのかって端的に申し上げると、不動産運営の部分にかなり人が必要になってきてですね、レポートを書いたり、賃貸管理をするにしても人手が必要ですというところにどうしても人が必要になってくるというので、中期経営計画の120名の中でも増加していくのはアセットマネジメント事業だとか賃貸管理事業、あとホテルマネジメント事業、ここの3つのところが大半を占めてて、で本業というかメインの不動産開発だとか不動産の投資事業においてはそんなに実はあんまり人がいなくてですね、それよりは1件あたりの単価を上げていきたいというような戦略を取っているところでございます。なのでうちの事業そのものになんかボトルネックになるかどうかっていうと、今の計画の段階で120名にならないとこの
数字が達成できないかってことはあんまりなくてですね、どちらかとこう牽引しているのは不動産開発事業の方の事業が主に置いていて、でそこから売却をこんだけできるんだったら、不動産運営の方でも収益が上がっていきますよね。でそれを前提として120名が必要なんではなくて、大体今のメンバーで、からあと、10名ぐらい増えれば全然、27年12月期ぐらいの数字ぐらいは回せる形にはなっているとは思っております。はい、はい、ありがとうございます。競合優位性がこれ継続できるのかどうかみたいなところのご質問なんですけど、賃料プレミアムが 20%、30% っていうのは非常に魅力的なんですけど、ここがですね、仕入れから企画設計のところが運営リーシング、あとブランド力っていうのはあると思うんですけど、これ多分ここの源泉みたいなところっていうのがこう社内で蓄積されて人が育って、拡大していってるのかみたいなところ続けていけれるのかと、結構他社も模倣しようと思ったら同じようなことやってくると思うんですね。そのあたりについて教えていただければなと思います。ありがとうございます。まさしくですね、これ先ほど申し上げた通り2013年から創業してこういうことばかりずっとやってきて、である程度そこの10年間で培ったノウハウっていうのは自負しているところでもありますし、ストックとしてやって蓄積しておりますというのはあるんですけど、おっしゃる通り結構もう大手さんもこぞってですね、例えば三菱地所さんがペット共生マンションをこの間作りましたとか、東急さんがハイヤー付き車が運転できるマンション、ハイヤーが必ずついているマンション作りましたとか、結構いろんなテーマに沿って、追いつがもうやろうとされていますと。で我々どう見てるかと、それ決して脅威っていうよりかはどっちかっていうとちょっと結構ポジティブにそこも捉えておりまして、なぜかっていうと今まで冒頭話しましたけど、不動産の見方って賃貸借りるっていう時、賃料と場所と立地と間取りぐらいしか見ないわけですよ。でそれがどういうマンションがあったらいいなっていうなんかそういう数が我々だけが供給サイドじゃなくて、供給が増えてくればくるほど要はよりテーマだったりそのサービスの内容に着目されるとかアピールしやすくなるタイミングが増えてくる、より競争は激しくなるんですけど、その検索軸自体そのものが常識になってくるっていう世界観をなんか作り上げられた方が我々の強みをより活かせていけるんじゃないのかなと、よりそのプレミアムを発揮できる土壌にはなるんじゃないかなっていうふうには考えているところでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。こちら既存の、管理とされている賃貸のユーザーというか入居者様の、賃料の値上げみたいなところはその更新のタイミングとか、入れ替えのタイミングがあると思うんですけども、今後その計画の中にある程度織り込まれているのか、それともそこはアドオンになってくるのかというところと、あと、もしアドオンであればどれぐらいの規模が想定されうるかというところもし、教えていただければと思います。ありがとうございます。賃料の上昇を、今もう見込んでいるかってことですか。既存の御社が管理されてたりとか、店までに入られているのか。なるほどなるほど。2つありまして、1つのタイプはもうすでにバリューアップが完了しているっていうような案件に関しましては、当面のことなら次の契約更新のタイミングでちょっとそれはどちらかというと卑怯なりになってくるかもしれないんですけど、上げられる余地があれば上げます。なんで計画に見込んでるか見込んでないかというと見込んでおりませんと。でもう一個の方は今バリューアップそのものをまだ実施してない、例えば共用部分の補強をしたり工事したりだとか、なんかそういう何もしていないのに賃料を上げてくださいって言っても多分なかなか応じてもらえないと思うんで、そういうプロジェクトに関しては、タイミングを追って、例えば1年後ぐらいはこのぐらいの賃料が上がりますっていうような
計画は見込んでおるというところでございます。あと今後その自社開発よりはファンドの蘇生みたいなところお話あったと思うんですけど、もし万が一例えば仮に金利が上がらない前提にしたときに、ファンドに蘇生することによっていわゆるその債券というか借り入れとか社債のリレーションが短くなって金利にちょっと好影響を御社の借り入れ金利に好影響を及ぼすのか、それとも基本的には借り入れコスト資金コストはあまり変わらないのかっていうのは今のところの想定はどのように考えていますか。そうですね、今の投資方針だけで、考えますと、まだまだちょっと実はマーケット先の金融環境としては中立金利ってもうちょっと上の方にあるよねっていうふうに思っておるので、まだまだ投資はしていった方がいい局面だと思っておりますと。なので、ご質問にあった、ファンド型を増やしていきますということは必然的に回転が高まって、アセットが軽くなりますなんですけど、軽くなったアセットでさらに再投資を我々やっていくので、結果的に資金コストっていうか調達コストそのものは多分今の水準であんまり変わらないのかなと。ただ案件ベースの回転が速くなっていくんで、その分売上高だったり利益がより高まっていくっていう、その同じアセットの金額から生み出される効率を高めていきたいなっていうふうな方針を今取っておるところでございます。ありがとうございました。まだ大丈夫ですか。すみません、ビジネスモデルとしてプロジェクトマネージャーの実力がとても重要なのかなと感じたんですけども、そういったマネージャーに対する指導法というか育成についてお伺いしたいのと、あとプロジェクトマネージャーって自分の思いが優先して、調査とかも自分のいいように解釈したりとかっていうのもありがちなのかなというふうに思ったんですけども、そういう場合経営陣がダメ出ししたりとかってそういう仕組みみたいなのがちゃんとできているのかについてお伺いできればと思います。ありがとうございます。一言で言うとめちゃくちゃ口出ししてましてですねちょっとかわいそうなほどやられてるんじゃないかって思うんですけどっていうぐらいどっちかというとすごくコミュニケータブルな会社でございまして、で先ほども申し上げましたけど、一つのプロジェクトに対して大体1週間で3回ぐらいは自分一人プロジェクトマネージャーだけじゃなくてその部隊員であったりで週に1回必ずは経営陣も含めた従業員全員でこの方針でいいのかどうかっていうレビューみたいなのが入るんで、なのでそこは俗人化されないようには考え方としてですよ。でもただやっぱ個人のプロジェクトマネージャーそのものがこういうプロジェクトにしたい、こういう案件にしたいって持っていきたいっていう方向をしっかり指し示すことが一番重要なのかなと。その原動力はそれがないとダメなので、やりつつ、ただモデルとしてどうしても若いマネージャーとかだと思いばっかり先行しちゃっていやいや全然 PL なってねえじゃんっていうのはもう一回早い段階でやり直させるっていうような仕組みはもう整っております。で研修制度もかなり毎年これをもう手を変え品を変えで、何が一番効率的なのかってごめんなさい正直言うとまだ模索しているところではありますけど、毎年毎年そのチャレンジこういうふうにするとリーダーシップが取りやすくなる、コミュニケーションが取れる方法なのかっていうのはもうそこには人材投資に関しては結構な金額を我々投資していってちょっとまだ模索しているところではございますが、はい、そこの投資は惜しまずやっているというところでございます。はい、はい、ありがとうございます。では、時間になりましたので、質問の方はここまでにしたいと思います。最後に参加者の方にコメントいただければと思います。ありがとうございます。あとこのような貴重な機会いただきまして誠にありがとうございます。本当申し上げた通りちょっと去年、一昨年去年今年と、順調に成長を続けさせていただいておりますし、この根源というのはやっぱ本当にいい街を作りたいなというところにしか我々目が向いてなくてですね、だからぜひちょっとそういうところに我々も皆さんのご支援いただければよりもっといいものを作って成長
株価を上げていければ皆さんに報いられるのかなというふうに思っておりますので、ぜひお力添えいただければ大変光栄に思っております。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。